妻についてですか？あ、突然すみません。えっと、あ、わかりました。少し長くなりそうなので、場所を変えましょうか。あ、はい、お願いします。なるほど。真冬がそんな話を。はい。風邪をひいた時、お母さんがリンゴを剥いてくれて、その時の思い出が真冬にとっては温かくて、とても大事なものみたいなんです。私はリンゴの話についてはわからないですが、妻が真冬のためにリンゴを剥く姿は目に浮かびます。よいさきさんからするとびっくりするかもしれませんね。ですが、そうですね。私から見て妻はとても献身的で愛情深い母親だと思っています。愛情深い。それってどんな風にですか？言葉で言い表すのは難しいですが、自分の持てる全てを真冬に注いでいるようでした。真冬のためになることは何でもさせてやりたがっていましたし、将来のためにといろいろ学ばせていました。おはよう。あれ、真冬起きていたのか。今日ね、お父さんのためにお弁当作ったんだよ。お母さんに作り方教えてもらったの。そうだったのか。ありがとう、真冬。だが、料理は早いんじゃないか。火を使うところは私がやっているから大丈夫よ。今のうちから料理をすることで食べ物の大切さも手順を考えて行動することも学べるわ。なるほどな。何を読んでいるんだ？真冬と明日歴史の博物館に行くから予習していたの。何か聞かれたらちゃんと教えてあげられるようにしたいから。なるほどな。さすがはお母さんだ。当日は頼んだぞ。それこそ真冬の興味を持ったものなら何でも、子供には難しい教材なども買い与えていました。少し厳しすぎるんじゃないかと思ったこともありましたが、真冬も妻から様々なことを学んで成長しているようでした。私にはそう見えました。なるほど。真冬から聞いてた印象と同じだ。なんとなく想像できる気がするけど。ああ、そうだ。一つ印象に残っていることがあります。真冬が赤ん坊の時のことなのですが、初めて熱を出したんです。かなりの高熱で。それは大変だったんじゃ。そうですね。いつも落ち着いている妻が、その時はかなり取り乱した様子でした。運悪く、大雪の降った日で、車もすぐに動かせず、病院へ向かうのも難しかったんです。けれど妻は、真冬を抱いて病院へ向かいました。真冬が濡れないように盾になって、降る雪で髪を真っ白にしながら、その様相が私が知る妻とはかけ離れていて、とても驚いたのを覚えています。ただの風邪だと分かってからは、ほっと肩の力が抜けたようで、いつもの妻に戻りましたが、真冬が生まれて、
この腕に抱いた時から今の今まで、その愛しさ、大切さは何一つ変わらない。それはきっと妻も同じだと思います。そうなんですか。確かに、今の話を聞くと、そうなのかもしれない。でも、あまりピンときませんでしたか？あ、すみません。私が感じた真冬のお母さんのイメージとはちょっと違ったので。そうですね。きっと真冬のためにという思いが強くなるばかりに、妻も、そして私も、いつの間にか道を間違えてしまったんだと思います。あの子の気持ちに本当の意味で向き合うことを忘れて、いえ、向き合っていると思い込んでしまっていた。だからこそ、宵崎さんから見た妻は冷たく映ったかもしれません。けれど、彼女は真冬のために病院へ向かったあの頃から変わっていないと思います。ああの、真冬のお母さんは、今、どうしてますか？あれから部屋にいます。明かりもつけず、ずっと一人で。え、きっと、一人で真冬のことを考えているんだと思います。私も妻も、どうしたらいいのか、何が正しいのか、まだ分かっていませんが。すみません。あまり参考にならなかったかもしれませんね。いえ、そんなこと。いろいろ聞かせてもらえて、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。ご迷惑をおかけしますが、真冬をよろしくお願いします。はい。